はじめまして、イラストレーターの久我風奈と申します。全体の色をまとめつつ、よりインパクトの強い画面に仕上げる方法について解説していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。具体的にどういう色の選び方についてお話しするのかというと、こういったベースカラーを青で統一させて、その上に蛍光色の部分を乗せて画面を華やかにするような描き方の解説ですね。この画面の作り方をしていただければ、比較的簡単にコントラストの強い画面を作ることができると思いますので、ぜひ覚えていただけたら嬉しいです。それではですね、まずこの準備した素材に青色のカラーを定酸でかけていきたいと思います。今回ちょっと青紫っぽい色で塗ったんですけども、大体の場合は上から光が来ていると思うので、それに馴染むように下の方をグラデーションツールで暗くしていきます。これだけでも結構暗い雰囲気に馴染んだ感じになったんじゃないかなと思います。それでは次にこの肌の部分だけ透明度を下げて明るくしてあげたいと思います。そしたらまたさっきの全体を塗りつぶしたレイヤーの方に戻って、元のイラストの中で特に色を目立たせたい部分ですね。参考のイラストで言うと、こういうポイントになるような色の部分です。ここを1個好きな色を選んでいただいて、この青色の部分から切り離して目立つようにしてあげます。それではちょっと赤い部分を切り取っていきたいと思います。で、ここもちょっと不透明度を下げて赤色が目立つようにします。10% から 50% ぐらいにレイヤーの不透明度を落としてあげてください。これでだいぶこのお手本のイラストのイメージに近づいてきたんじゃないかなと思います。ですが、これでもまだちょっとバランスが悪い感じなので、さらに元々のイラストの中で白っぽくなっている部分ですね。ここを切り取っていきたいと思います。これはあんまり明るすぎると目立ってしまうので、ここは 80% ぐらいに下げてあげます。こういう感じでキャラクターがちょっと浮き出すような感じになってきたんじゃないかなと思います。最後にですね、仕上げとして元の素材のイラストの中で明るかった部分ですね。光が当たっている部分に加算レイヤーで光を追加してあげます。だいたいベースの色で光をなぞってあげるといいんじゃないかなと思います。ここも不透明度は低めにして30から 40% ぐらいで青色の光を追加してあげてください。で、光の部分を全部もう一回なぞってしまうと明るすぎる感じになってしまうと思うので、元々のイラストがこういう風に全体的に光が当たっているイメージだとしたら、この青色の光はですね、もっとスポットライトみたいに場所を絞って、このぐらいにしか当たっていないようなイメージで描いてあげると、かっこいい感じになるかなと思います。今回はこの部分ぐらいですね。このあたりだけに光を追加しておきます。こういう感じですかね。ベースの調整はだいたいこれぐらいになります。このままでももちろんイラストとしてはいい感じになるかなとは思うんですけれども、個人的にはもうちょっと派手にしてあげたいので、この赤色ですね。この目立たせたい赤色の部分をなぞるようにオーバーレイレイヤーで明るくしてあげます。そうするとですね、暗闇で光ってるようなかっこいい雰囲気が出たんじゃないかなと思います。このままだとちょっとどこに注目していいのかがわからないので、顔に近い部分ですね。このあたりを残して、ちょっとグラデーションになるように端っこは消してあげるといい感じに画面がまとまるかなと思います。もしどこを目立たせたらいいか迷うっていう場合は、もうとにかく顔の周りに視線が集まるように、このあたりの色や密度を派手にしてあげるといい感じにまとまりやすいです。最後にですね、仕上げとしてもう一回オーバーレイのレイヤーを追加して、青色系のこのぐらいのカラーで全体に色をかけてあげるとまとまった雰囲気になるかなと思います。お好みで透明度を調整してあげてください。で、このイラストのまとめ方なんですが、青色以外の色でもやることができまして、例えば全体的にこの青色の場合だとちょっと夜っぽい雰囲気になると思うんですけど、
逆に夕方っぽい雰囲気にしたいときは、このぐらいのくすんだオレンジを選んであげて、今回青色にした部分をオレンジで全部塗りつぶしてあげる。こういう感じで他の色を使ってもまとまった画面を作ることができるので、ぜひ自分の好きな色とか雰囲気に合わせていろいろなカラーリングを試してみてください。この色の作り方はですね、意外と簡単な割にパッと見がゴージャスな雰囲気にしやすいので、ものすごくおすすめの手法です。今回は和服の描き方について解説と実践を行っていこうと思います。この真ん中にですね、よくあるミスを詰め込んでみたイラストを描いてみたのですが、いかがでしょうか。ここからどういう風にこういう着物のイラストに移っていけばいいかわからないっていう方も結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、この6つのポイントを押さえていただくことで左側のイラストに近づけるんじゃないかなと思います。なので、今回はこれを一つずつ解説していきます。まず一つ目なんですが、真ん中の襟の部分ですね。襟の合わせ方が逆向きになっています。和服は全部機械的にこの Y の合わせ方になると覚えていただければと思います。なんですが、全くこっち側の着方が存在しないというわけではなくて、特殊な例ではあるんですが、お葬式などで亡くなった方が着せられている着物はこちらの合わせになっています。俗に死人合わせと呼ばれる合わせ方で、現実ではそうやって亡くなった方が着られる以外の例はないんですけれども、ファンタジーのイラストを描くにあたって幽霊のキャラクターとか妖怪のキャラクターとかを描くときにあえてこの逆側の合わせにしてみるというのはありかなと思いました。次にこの肩の部分のポイントですね。これは何がミスになっているかというと、袖と胴体のつなぎ目の部分ですね。現代のタンクトップとか T シャツと同じように肩の位置に着ているんですよね。なんですけれども、着物の場合は首から肩のつなぎ目の部分とつなぎ目から袖までの長さがほとんど同じになっています。なのでこれを実際に着るとこちらのイラストのようにつなぎ目はちょっと肩の下に垂れちゃうんですね。なので、こういう風に二の腕のあたりに、つなぎ目を描いていただくとリアルな着物っぽさが出るんじゃないかなと思います。次のポイントがこの袖です。着物の場合はこの袖の下の部分が塗って閉じられているんですね。なのでこのイラストのように袖がガバーッと開くということは基本的にはありません。これはこの小袖という名前にも反映されていまして、平安貴族の人たちが着ていたようなこういう風に大きく袖が開く服と違って袖が小さいこれぐらいに縫われているから小袖という名前になったそうなんですね。なので、実際にイラストに描くときには、こういう風に腕の下の方は縫われているよっていうのがわかりやすいように描いてあげるといいんじゃないかなと思います。次にここの部分ですね。これは今お話ししたように袖の長さはここからここまでも同じになっているので、こういう風に脇に向かってすぼまっていく形にはならないというお話です。このように腕を上げている場合は多分こういう風になるんじゃないかなと思います。ここまで押さえておくと一気に本物の着物らしくなるのでぜひ覚えておいてください。で、次のポイントが帯の下のところですね。これは何が違うのかというと、おはしょりと呼ばれる布の折り返しがないというお話になります。具体的に図にしてみるとこういう感じなんですが、着物はですね、着るときに一旦この腰のあたりで内側に折り返すように布を入れ込んで長さを調整します。このおはしょりって呼ばれる布の折り込みのやり方は江戸時代と現代ではちょっと違うんですけれども、今回イラストに描いているのは現代のやり方でこういう風に内側に入れ込む形で描いています。江戸時代の場合はですね、こういう風に内側に入れ込むのではなくて紐で直接このあたりを縛って裾の長さを調整していたそうです。次のポイントがこちらになります。これはですね、何の印かというと、体のラインはあんまり出ないよというお話になります。
現代の場合は、成人式とかで着物を着た方はわかると思うんですけれども、実際に一番上にこの着物を着るまでにたくさんの下着を着たりとか、布を入れ込んだりします。なので、あんまりこういう風に体のラインが出るということはなくて、こういう風に直線的なラインになることが多いです。これは江戸時代とかの場合でも、日常着だったので、体のラインが出るほどきつくギュッと縛って着るということは少なくて、どちらかというと布が緩くなるようにだるっと着こなすということが多かったです。なので、昔の時代においても現代においても体のラインが出るということはあんまりなかったんじゃないかなと思います。ここは絵柄との兼ね合いもあるので、リアルめな着物のイラストを描きたいという場合には、こういう風に直線を意識して描いていただければと思います。さて、この講座では主に和風なイラストの描き方について解説していく予定です。特に和服の描き方にポイントを置きながら進めていこうと思っております。私が着物を着たキャラクターをちゃんと描き始めたのがこの頃ですね。ちょうど2014年ぐらいなんですね。ここからこのイラストはだいたい2022年ぐらいのものになるので、うまく描けるようになるまではだいたい7、8年ぐらいかかった計算になります。もともと時代劇漫画とかも好きで、そういうイラストは描いてみたかったんですが、そこまで歴史自体には興味がなかったので、なんとなくかっこいい感じに描ければいいかなっていうぐらいのテンションで描いていたんですけど、案の定全然上達しなかったんですね。歴史的なことを学ぶっていうとなんだか堅苦しくて難しそうな感じになってしまうんですが、イラストを描くときに必要な知識っていうのは意外とシンプルなので、その部分に絞っていくつかポイントを押さえてご紹介していくっていう感じになるかなと思います。それだけでもすごく説得力のある和服を描けるようになっていただけるかなと思います。最終的な目標としては、それぞれの衣装やモチーフの歴史的な役割っていうのを理解した上で、なんとなくではなくて、これはこういう時に使うものなんだなとか、これはこういう時に着る服なんだなっていうのを意識しながらも、必要に応じてはあえて無視したりなんかもすることはあると思いますが、ちゃんと理解した上でイラストに反映していくっていうことができるようになるというのが目標になります。今回の講座ではよく現代の作品に使われるようなこういうかぐや姫みたいなお姫様の服装とかですね。あと、陰陽師のキャラクターを作れるような服装についてはもちろん、そういう作品には欠かせない鬼のキャラクターとかがもし実際にいたらどういう服を着るのがいいかな、どういう服を着てもらうのがいいかなっていう切り口なんかでも授業をやっていきますので、楽しんで受講していただけたら嬉しいです。で、一旦先ほどのカリキュラムの表に戻ります。ここまで服装や歴史的な知識について解説した後には、具体的なイラストの描き方について、人物の描き方、そして背景の描き方という流れでやっていこうかなという予定です。この人物の描き方のところでは、光の当て方とか、配色の方法とか、刺繍された布の描き方の質感表現の方法など、和服をゴージャスにかっこよく描きたい時に効果的なノウハウもたくさんお伝えできればいいなと思っております。世界観を演出する時には欠かせない背景の描き方についても合わせて解説していきます。そして最後に総まとめとして、和風ファンタジーの小説の表紙を想定したイラストっていうのを1枚制作していく予定です。表紙イラストっていうのはですね、基本的に人物のイラストから背景制作まで一人で担当することが多いんですね。なので、その過程を丁寧に見ていくことによって、私が一枚のイラストを描き上げる方法を詳しくお伝えすることができるんじゃないかなと思っております。今回の講座では私がお仕事をいただけるようになるまで意識していたことなども紹介させていただければと思っておりますので、イラストレーターとして即戦力になりたい方や SNS からお仕事につなげたいって思っている方にも参考になれば嬉しいです。